皆さんこんにちは。今回はミルクを飲んでいる様子や授乳に関しての動画となります。新生児の時は、ミルクか母乳か量はどれくらいか、吐き戻しや妻の体調を含めて決めていくのが特に難しかったです。まずは授乳の様子から。さあ、怪獣ハルドンがぐずり出しました。おむつも変えたし、あやしてもダメ。はい、ご用意いたしますので少々お待ちを。さっと落ち着きますね。まったりと飲んでます。ゲップさせるときはただの酔っ払いの顔に。手こちらがすげえな。また別の動画で紹介しますが、この授乳クッションが超優秀。ゲップもさせやすいし、あまり手が疲れない。新生児期のうちにしか見られない貴重な新生児美少。別名生理的美少といって、生後間もない新生児に現れる特徴的な微笑みのことで、反射神経が働くことで笑っているように見えるということなので、自発的に笑っているわけではないようです。新生児美少についてはまた他の動画でも取り上げたいと思います。はるくんは初期の頃1回に60から 80cc くらい飲んでいましたが、吐き戻しがあったので50前後に減らしたりもすると、夜間にミルクを与える間隔が短くなる。足りない様子なので 80cc に戻すと飲めて100まで増やしたり、1、2週間の中でも目まぐるしく変わり、試行錯誤の毎日でした。2週間検診では体重が多めで少し減らしても良いかもと言われ、少なくしたままで1ヶ月検診を迎えたら体重がほぼ増えておらず、母乳だと実際に飲んでる量がわからないので搾乳機を使用したりと、助産師さんの中でもそれぞれ見解も微妙に異なるので、どれを参考にするかでも夫婦の間でいろいろと相談しました。妻の方が授乳による炎症もあり、相当痛みが強い様子で、出産後のダメージや腰痛などもあったので、父目線で言うと出産後の初期ほど積極的に有給や育休を取り、妻の負担を軽減するのも一つ。実家や周りのサポートがない場合は、特にそこの調整を早い段階で職場側と相談しておくのが良いですね。うちの場合は夫婦だけで育児していますが、休みを多くいただけたことと、はるくんが意外と夜もよく寝る方で、それらのおかげでなんとか初期を乗り越えられました。1ヶ月少々経ったところで体重が 3200g ぐらいで少なめでしたが、そこも母乳からミルクの割合を多めにすると徐々に増えてきました。ちなみに母乳だと筋肉質で、ミルクだとふっくらふくよかな感じの体になるそうですが、本当でした。ふくらはぎの筋肉に力が入っていると硬いと思うくらい。哺乳瓶は最初毎回煮沸してましたが、乾燥させるのも時間がかかり、哺乳瓶をローテーションするのも大変だったので、今はミルトンを使用しています。道具選びや処理方法などを含めていろいろと大変ですが、授乳後は満足して機嫌が良いことが多く、微笑みもたくさん見ることができるので、至福の時間でもあります。チャンネル名も怪獣から天使に変わる流れがいつも面白いので、そのように名付けました。今後もたくさんの笑顔をお届けできればと思いますので、お楽しみに。それではまたね。